1971年、常識を覆すデザインの車が世に放たれます。その姿は未来からの使者のように美しく、見る者の心を奪ってゆきます。当時想像した未来。今回はもう一度その未来への旅に出かけてみましょう。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、カウンタック LP500S を製作しますよ。クリアコートレッドボディ仕様という意味不明な代物。本当にただの箱に表紙へのステッカーを貼っただけのもの。側面には何も書いておらず偽物かと思うほど。まずは開封してみましょうか。何の変哲もないキットに見えますね。最初から赤く塗装しているのかと思いましたが違うようです。まさかのレーシングドライバーフィギュア付き。この車にヘルメットかぶって乗るイメージが全くございません。若干透けているいつもの成型色。メッキパーツはとても素敵。ランボルギーニといえばこのホイールデザイン。シャシー関連のパーツはとても少ないです。ジーンズで座ると一発でシミがつきそうな押されないそう。狂気じみた大きなウィンドウパーツにうっとりします。タイヤは予想よりも細くて少し残念。レーシングカーのキットばかり作っていたので脳が麻痺していますね。電池ボックスが目立つ写真を見た瞬間、これは楽ができる。大雨警報が出た子供のように小躍りします。デカールなんてたったこれだけ。テールランプまでデカールなんですね。説明書には相変わらず開業を無視した自茶の解説がございます。休憩時に床に寝っ転がって読む贅沢なひととき。大抵そのまま寝落ちしちゃうんですけどね。予想はしていましたがやっぱり塗り分けしなきゃダメなんですね。ボディを塗装するならイタリアネットとのこと。このキットの思惑が全くもって意味不明でございます。他には特別な塗料は必要ないようです。もっと楽できるのかと思っていたらそうでもなかった絶望。さすがタミヤ様でございます。制作するより先に精神の底から楽しませてくださるのですね。それでは拷問を開始しましょう。やけに塗る手化していると思ったらクリア仕上げになっているのですね。成型色をクリアで仕上げるという斬新な仕様。ボディは塗装しなくても良いと解釈しますのでご了承ください。どんな仕上がりになるのかゾクゾクしてまいりました。さすが古いキットだけあって細かな針が多いです。ヤスリをかけるとクリア層に傷がつきそうなので見逃してやりました。ウイングなどの周辺パーツにもクリア塗装がなされています。下地処理は慎重に行わないと傷がつきますよ。慎重だったのは最初だけで、だんだんと適当になっていたのは言うまでもございません。クリアが静電気を帯びやすいのかホコリがめちゃくちゃ寄ってきます。単純なパーツ構成なのでまだまだ楽な作業でございます。いかにもプラモって感じの質感。もともとはモーターライズですがギアや電池の端子はございません。歪みなどはなくすんなりとボディをかぶせることができました。このあたりの精度はさすがタミヤ様ですね。やけに凝ったディティールのシャシー裏。黒い部品にも陰影が浮かび上がり見とれてしまいます。
フットノブとサイドブレーキ、しっかりと再現されていますね。ウィンドウのくるくるハンドル。この時代はパワーウィンドウじゃないのですね。電池ボックスの蓋になるようです。開閉用のロック機能はおそらく当時のまま。さすがもともとはモーターライズ仕様だったので、ステアリング関連の強度は抜群。安心してアクロも走破できそうでございます。1ミリ幅のマスキングテープ。箱車のキットには強い味方。フォーミュラには使ったことがないです。古いキットはとにかくマスキングが面倒。こういう時は最新キットの細分化されたパーツ群がありがたく感じます。カウル裏やダクトをフラットブラックで塗装します。裏打ちが決まれば一気に質感が上がります。表面に付着した塗料はアクリルシンナーで拭き取ります。ですがこの行為は大失敗。クリア塗装されていることを完全に忘れていました。他人が手をつけたキットを途中から作っている感覚。とてもやりづらいです。シンナーは使えないのでコンパウンドで磨き落とすことにしました。もともとのクリア塗装もそこまで綺麗な表面ではなかったので、早い段階で光沢を確認できてよかったのかもしれませんね。成型色もなかなかやるではないですか。アクシデント発生でございます。このクリア層はとても弱く、超低粘着のマスキングテープにも負けてしまい剥がれてしまいました。こりゃクリアの再塗装が必要ですね。この弱々しい剥がれ方。下地処理のないクリア塗装は難しいということでしょうか。デコボコだらけの6連装キャブレター。うまく塗り分けできました。さっと墨を入れておけばお手軽に立体感が出ます。プラモは道具次第で難易度が劇的に変化します。強烈に細く狭いピラーにマスキング。フォーミュラのキットにはない箱車独自の工程。かなり面倒ですが仕上がりには随分と差が出てまいります。1ミリ幅のマスキングテープだと多少のカーブも描くことができます。リアウィングのマウント付け根をマスキング。別パーツになってないところが時代を感じますね。角はこすりまくって密着させてあげましょう。マスキングのラインを引くだけで朝日が迎えそうな時間になりました。新聞配達のバイクの音に恐怖を感じます。翌日、
今日はフェンダーをマスキングしてみましょう。見事なまでに角がないフェンダー。これは曲線用マスキングが必須になりますね。焦らずにそっと位置を合わせます。リアフェンダーは複雑な形状なので余計に気を使います。こうやって見ると塗り分け箇所はかなり多いですね。クリア層が剥がれるのを承知でマスキングを貼っていきます。剥がれたら使い慣れたクリアを拭くだけです。ここまで来るとクリアが剥がれることよりも、またこのマスキング作業をしないといけないと思うだけで、蹂躙されたようで桃色と息でございます。この青いマスキングテープは超低粘着仕様。本来は内装工事用で襖や障子にも使えるほどに低粘着。デカールの少ない箱車でこんなにも使う日が来るとは思いませんでした。仕事から帰るとアマゾンから荷物が届いておりました。2本目のセラミックコンパウンド。お前はほんといいやつだよ。これでまた20台近くのキットを仕上げることができますね。セミグロスブラックのエナメル塗料でフェンダートを塗ります。闇の姿ですらかっこよいです。こういう配色のレーシングカーありましたよね。マスキングを剥がす恐怖。素早く剥がしたところで結果は変わらないと思いますが、息をすることも忘れるほどにゆっくりと剥がしてゆきます。このキットの醍醐味であるクリアにここまで悩まされることになるとは。ボディはクリアが剥がれることなく終えることができました。また少し育ったマスキング玉。塗装する必要なんてあるのか疑問になるほど綺麗な内装パーツ。シートのディティールも立体感があり素晴らしいです。コンソールとシフト周りを塗り分けないといけませんね。デザートイエローで塗れという指示でございます。タッチボードはフラットブラウン。この配色センス。
真っ黒な内装の車しか乗ったことのない玉には追いつかない発想。そしてこちらがブルジョア民族用に変化したダッシュボード。確かに意味不明な高級感がみなぎってございます。クリアパーツは綺麗な状態。クラックだらけの品質の某メーカーに見せつけてやりたいです。テールランプのクリアパーツも大きくて見応え抜群。ヘッドライトレンズ。やっぱ枠を塗らなきゃダメなんですね。塗り分けようマスキングを同封してくれないタミヤ様。優しい時とそうでない時の差が激しいですよね。適当に枠をなぞって。ほどほどのところをカットして。そっと剥がしたら下準備完了。今回のキットはマスキングを剥がすことに生きがいを感じるモデラー向きですね。タミヤ様のクリアが剥がれたパーツたちを再クリアしました。もう何を言っているのか自分でもよくわかりません。後でまた研磨しないと塗装面が粗いですね。このままダクト類を黒く塗ってみます。ヘッドライトは筆でちまちまと塗ってみます。クリアにマスキングの跡が残ってしまいました。タミヤ様のアクリルクリアなのでしょうか。かなり柔らかいクリアのようで厄介です。こんなことなら最初からガヤの EX クリアを重ねておけばよかったと後悔。楽ができるかと思っていたのに余計に時間を費やすことになりました。こんな時は焦らずにコンパウンドで磨くほかございません。優しく研磨するだけですぐに綺麗になりますが、窓枠に塗った黒はエナメルなので、うっかり少しこすってしまっただけで塗装が剥げてしまいます。美しい艶が復活しました。うっかりマスキングするのを忘れていたライトの内部。もうマスキングするのも飽きたので筆で塗り塗り。いつもならこんなところの塗り分けなんて無視するのですが、窓から内部が丸見えなのでごまかせなかったんですよね。剥がすのこっちじゃねえ。もう一度貼り直して再挑戦。睡魔と格闘しているとこういうミスやりがちですよね。またマスキングを剥がしまくって。やっとできました。やたらと高級感のある配色でございます。
玉はメッキを剥がしたりはしません。メッキパーツの美しさを活用した工夫で進めます。これはフォグランプでしょうか。バンパーに埋め込まれたライトを装着します。カーモデルでこんなにも少ないデカールは初めてです。テールランプをデカールで再現したキットも初めてです。スタッドレスかと思えるほど溝が細かいタイヤ。時代を感じますね。タイヤデカールを貼ることもないのでものすごく楽です。ここまで来れば完成したも同然。フルベアリング仕様かと思えるほどにスムーズな走り。深夜3時に走行音が響きます。荒っぽいキットですが繊細なパーツもございます。最近は手で引くサイドブレーキなんて見なくなってきましたね。こんな小さな窓で後ろが見えるのでしょうか。メーター周りは適当にエナメルシルバーで塗って、はみ出した箇所は拭き取ります。メーターをささっと塗ってしまえば OK。コックピット周りが完成しました。このキットはシザードアが再現されない代わりにエンジンフードが開きます。そしてこの12気筒エンジンが鎮座してございます。エンジンフードも筆で黒を塗りました。はみ出した箇所は拭き取ってしまいます。筆の跡が残っていますが誰もそんなところ気にしません。ふと墨入れするとどうなるのかなと気になりましたので、やってみたのが失敗でございました。後で拭き取るとはいえ全く流れないほどに溝が浅すぎる。この時点で後悔しまくりでございます。
き取ることすらもう面倒でやりたくないです。排熱処理の問題を解決するために装着したダクト。ライトのレンズを装着すると顔が引き締まりますね。カウンタックを初めて知ったのは映画キャノンボール。真っ黒でぺったんこな車。前にもウィングがついていて妙にかっこいい。聞いたこともない乾いた排気音。しかもスタイリッシュなチャンネルが速度標識に落書きをする映画界屈指のワンシーン。警察車両を苔にする痛快な様は子供には少々刺激が強すぎました。移動手段の一つとして存在している車ではなく、それは未来への扉を開く鍵のように、心から欲する存在に変わりました。大人になればこんな車に乗れるようになるんだ。そう強く思ってきましたがまだ無理なようです。夢は遠く、手の届かない場所にあるようで、実は心の中にいつも存在しています。ウィンドウが装着された姿はとても美しく、成型色を活用した姿も輝いてございます。特徴的なデザインのテールランプ。ボディにはめ込んでしまえばデカールで再現したとは思えない仕上がり。エンジンフードを取り付けますが嫌な予感がよぎります。ボディとウィンドウパーツの間にエンジンフードを装着するのが正解のようです。説明書を見直すと、実に微妙な解釈ができる指示でございました。しかしこんな時は片方を少しカットして、少々強引に押し込みます。パカパカ。無事に解決しました。ヘッドライトは開閉できるのですが、どちらかを選ばないといけないようですね。今回は閉じた状態で進めてみましょう。いよいよボディとシャシーを合わせてみます。内装パーツが邪魔で全然幅が合いません。この幅の差を無理やり広げて合わせるのは怖すぎます。かなり力を入れてボディを左右に広げました。柔軟性のあるクリア塗装じゃないと割れてたかもしれませんね。作られた時代を考えると刺激的すぎるデザイン。スーパーカーといえばカウンタック。今でも思い出す当時の誇りっぽさ。喉がカラカラになるまで遊んだ夕暮れ。高化学スモッグ注意報に募る期待感。行く手には果てしなく続く新発見の成長。あなたは探求の手を緩めませんでしたね。何十年もの時間が経ち、それでもなお手招きを続ける名車たち。次々に登場するただの移動手段ではない車の形。デザインを AI に任せるのか、それはどこかを真似た小さな破片の集合体。今重要なのは、際限のない時との葛藤。そして、AI をしのぐ想像力が必要となる時代に突入したのでございます。マルチェロ・ガンディーニの表現を形にした色褪せない輝き。ランボルギーニ。カウンタック LP500S。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。